は宇治川観光遊覧にご乗車いただきます。この時期、宇治橋上流に2つの浮島があり、上流やかな宮廷での恋愛模様と、その光源氏に徐々に忍び寄る人生の影を描いたものです。そして最後の10条は光源氏の子、薫の君と孫の仁王の中の君、浮舟の最後川霧にくぐる内側がなくてはならない舞台装置でした。表現にはいつの頃からか神塚たちによって物語ゆかりの戸籍が建てられ、宇治へ訪れる人を遠く王朝文化の世界へと誘ってくれます。日本で一番高い13重の石塔があります。高さはおよそ15メートル。この石塔は鎌倉時代、道長の別荘を寺院に改めました。また平成6年12月に世界遺産に登録されております。内部には絢爛な宝装下文様や極彩色の扉絵で装飾されています。また鳳凰堂は皆さんもご存知のように現在の10円硬貨、宇治川を挟んで対岸に平等院と同じく世界遺産に登録された宇治上神社があります。この神社は鎌倉時代の大祖谷に包まれた一軒舎なだれ造りの3殿からなり、1565年に松永久秀が千利休らを招いた茶会で三沼から汲み上げた水を使ったというものです。忘れてならないのは夏の風物詩、宇治川の鵜飼です。長良川をはじめ宇治川の鵜匠は4名、そのうち全国でも数少ない女性鵜匠が活躍されています。两只双鸳鸯吗？跟人家一样。宇治川の鵜飼の営業は例年6月中旬から9月下旬まで行っております。